皆さんこんにちは、さおりです。はい、キャンピングトレーラーが完成して、前回の動画ではこの内装を紹介させていただきました。で、さあ車庫から出すぞっていうところで終わっているんですけども、まあもちろん車庫から出せますよ。出せましたけど、まあ苦労はしました。はい。その様子は後でお見せするんですけど、その前にそもそもね、このキャンピングトレーラー作り、作業工程を一から動画に出していったんですよ。なんですけど途中でね、その工程終わってしまっているので、まだ動画にしていない部分も含めて改めてこのトレーラー作りの一からの様子を軽くね動画にまとめてみましたので、そちらをまずはご覧ください。どうぞ。キャンピングトレーラー作りを始めようと思っています。今回のトレーラー作りはこちらの車庫を使用していきます。こちらがトレーラーの土台になるシャンシと呼ばれる部分です。去年の12月末に制作をスタート。完成は2月中旬ですが、実際に作業していた期間はトータルでだいたい1ヶ月ほどです。今回のトレーラーは2号目ということで、1号目での経験を生かして最初の土台となるトレーラーはしっかりしたものを購入しました。まずはトレーラーのベース部分、床の骨組みから作っていきます。鉄骨でフレームを組み、人が乗っても安定する強度を確保しました。資材は主にコメリやジョイフルに通いながら調達しています。床が完成したら今度はトレーラー本体の骨組みを作っていきます。ここも同じく鉄骨を使って外枠をしっかり組んでいきます。その後壁を張るための下地として木材で銅縁も入れていきます。そして次は壁です。外壁の下地として OSB 合板を取り付けていきます。このタイミングでドアの設置も終わらせました。さらに天井にも OSB 合板を貼っていきます。ここまで来るとようやくトレーラーの形がはっきり見えてきました。お次はこの外壁下地に窓や換気扇を取り付けるための穴を開けていきます。換気は必須なのでキッチンに1つ、そしてトイレを置くスペースにも1つ、窓はトレーラー用として売られている小さめサイズのものを4つ取り付けました。お次は断熱材です。スタイロフォームを使います。今回は天井と床にスタイロフォームの 50mm、壁には 40mm を入れていきます。そして次は防水です。トレーラーの外壁全体に防水シートを貼っていきました。ここからはまだお見せしていない映像になります。床は OSB 合板の上からフロアシートを貼っていきます。壁や天井はこの後設置する家具の位置も考えながら必要なところに銅縁を足していきます。そして今回はあらかじめ表面加工されている化粧合板を使います。さらに天井や床と壁のつなぎ目に見切り剤をつけていきます。これを入れるだけで隙間もきれいに隠れてぐっと締まります。一気に家っぽくなってきました。ここからは家具を設置していきます。家具は基本的に既製品を購入しています。もうほとんど Amazon が多いです。
前回のトレーラーは正直収納が少なくて結構困りました。なので今回はとにかく収納多めに。でもその一方で家具をぎゅうぎゅうに詰め込むのも嫌で、せっかくトレーラーを作るなら圧迫感のない空間にしたくて、なので今回本当に必要なものだけを置くようにして、できるだけ広く使えることを重視しています。家具の中で一番悩んだのが2段ベッドです。前回のトレーラーでも作っていてかなりお気に入りだったんですけど、設置するとどうしても頭が当たるっていうデメリットがあって、今回はそこをどうにか改善できないかなと考えて、上下に高さを変えられる仕組みにしました。前回も言った通り、外壁材は板金屋さんに取り寄せてもらったので、貼るのも手伝ってもらいました。キャンピングトレーラーが完成しました。出してみるか。出してみましょう。はい。はい、お待たせしました。ついに車庫からトレーラーを出します。一見上は余裕がありそうに見えるんですけど、実はこの車庫手前が緩い坂になっているんですよ。なので出せば出すほど後ろがぐっと持ち上がってくるんじゃないかとちょっと心配しています。なので最初は上ばかり気にしていたんですが、なんと横もあまり余裕がなくてですね、案の定ちょっと引っ掛けました。ストップ。あ、当たってんじゃん。ちょっと当たったね。曲がってる。とにかくトレーラーが大きいのでなかなか向きを変えれなくて大変だったんですけど、なんとか横には余裕を持てるくらい前に出すことができました。で、やっぱり問題は上です。空気抜いたらそんなに変わるものなの？変わるよ。へえ。やっぱり無理だったのでタイヤの空気を抜きます。もうすでに前回の動画のコメントでタイヤの空気抜くんじゃないですかって気づいていた方も多かったです。皆さんのアドバイス通りタイヤの空気を少しずつ抜いて調整していきます。ただタイヤの空気圧を抜くだけではまだ全然足りません。傾斜に合わせて車とトレーラーの連結部分の高さを少しずつ高くしていくことで後端を低くしていきます。無事に車庫から出すことができました。もうね、一生車庫に入れることはないと思います。はい、無事にキャンピングトレーラーを出すことができました。なんやかんや空気を抜いたりして1時間くらいかかりましたね。はい。とりあえず出すことができてよかったんですけど、こうよく見るとね、まっすぐじゃないんですよ。やっぱキャンピングトレーラー重いから、このラングラーの後ろにこうずっしり乗っかってるっていう感じで、ちょっと引っ張れるは引っ張れるんだけど少し心配なので、ここは何か改善します。はい、考えようと思います。
ということで今はトレーラーの前方に重さがかかりすぎていて、ラングラーが支えきれていない状態です。ラングラーの後ろに荷重が集中してしまっているので、その分前が浮き気味になってしまっています。そうなるとハンドルが軽くなったり、ブレーキ性能が落ちたりして危ないんです。なので今回ウェイトディストリビューションヒッチを購入しました。これが何かというと、ヒッチ部分に専用のバーを取り付けて、トレーラーの前にかかっている重さを車全体に分散させる装置です。このラングラーの後ろだけにかかっていた力を前輪やトレーラーの車軸にも分けてあげるイメージになります。つまり沈み込んでいたラングラーの後ろを持ち上げて前後のバランスを整える仕組みです。なのでこれを取り付けていきます。これでウェイトディストリビューションヒッチの取り付けは完了です。なんですが、さらにもう一つ、スウェイコントロールキットも取り付けます。これは何かというと、走行中にトレーラーが左右に振られるのを抑える装置です。普段はあまり高速道路には乗らないんですけど、横風が強い時だったり、スピードを出した時とか、ちょっとした揺れがきっかけで、その揺れがだんだん大きくなってしまうことがあります。最初は小さな左右の揺れでも気づいたらうねうねと触れ始めて、最悪の場合事故につながることもあります。それを摩擦の力で抑えてくれるのがこのスウェイコントロールキットです。横揺れが大きくなる前にブレーキのように抵抗をかけてくれる仕組みになってます。これは左右両側に取り付けることができます。ただ1個でどれくらい効果があるのかまだ正直わからないので、とりあえず今回は1個だけ取り付けてみます。それで様子を見て、もし足りなければ反対側にももう1個付け足そうと思っています。取り付け完了後の映像です。ちょっと分かりづらいかもしれませんが、最初はラングラーの後ろだけが沈んでいて、前は上がっているような状態でした。それが今は前後の沈み方が同じくらいになって、トレーラーも水平になりました。なのでバランスがだいぶ良くなりました。おう、こんなもんかな。バックカメラがついてます。いつの間にかちゃんとついてる。なんかトラックが走ってるみたい。おー試しに少し走ってみました。ヒッチ部分を改善したことでかなり安定したんじゃないかなと思います。後ろから見ても横揺れはほとんどありません。ヒッチ部分にもカメラをつけて確認しましたが、左右に振られる様子もなく、しっかり安定していました。はい、今ね何周か走ってみました。やっぱりこう二軸なだけあって安定感がねすごいです。結構前の時はタイヤが一軸だったので、なんていうかな、少しのボコボコ、少しの地面のボコボコでもちょっとグラグラって揺れたりとかガチャガチャうるさかったりしたんですけど、今のところねそういうのはなさそう。
でまだねその家の周りちょっと走ったくらいなので40キロくらいしか出せてはいないんですけど、まあ安定して後ろから見た感じもね全然横にふらついたりとかそういうのはなかったです。とりあえず今のところは大丈夫そうなんですけど、やっぱり横風に弱いんじゃないかとかそういうのはね結構コメントでも言われているので、もうちょっとね家の周りだけじゃなくて少し遠出をしてそれは確認します。さすがにね横転はしないと思うんですけど、やっぱり強風のところに行くとどうなんだろうっていうのは気になりますね。はい、じゃあ最後にこのストーブの操作を確認してから終わります。割とやっぱ FF ストーブこういうタイプ珍しいですねみたいなコメントもありましたね。で一応今ねここに灯油がすっぽりはまっているんだけど、おすっぽりはまってるわ。どうしてもこの灯油はですね走ってる時このまま入れておくと揺れでね漏れてしまうので、こんな感じで走行中は取り出して上に向けて置いてますっていうか置くようにします。はい、じゃないと前もこういう感じのストーブを使ってたんですけど、なんかねそれこそ最初ですねよく分からず下向けたままで走ったらもうぼちゃぼちゃになっただった気がするんで、上を向けて置いておくと。で、道の駅とかそういった場所に着いたらセットして、でもう電源は今バッテリーでついてるのでスイッチ入れるだけじゃないみたい。バッテリーを持ってきたんでこれにつなぎます。おいしょ、おついた。電力は今250ワットくらいずっと使ってるんですけど、なんかすぐつくわけではなくって、でも今ねちょっと動いて、あ、火見える。奥に赤と青の火が見えます。ってことはとりあえず着火はしたのかな。まだ全然あったかいのは出てきてないですけど、今5分くらい経ってあったかいのね出てきました。うわめっちゃあったかーあったかい、最高。一応今設定温度が20度で室内温度は8度になってます。8度もあるのかっていうくらい寒いんですけど、割とね今日は外が日当たってあったかいはあったかいんですけど、まだねそもそも冬で気温も低いのでトレーラーの中は暖房つけてないとかなり寒いです。いつもはこう道の駅着いたらまずこの中電気つけて暖房つけて、でもまだ寒いのでだいたいね15分くらいかな、車で待機して、それからこのトレーラーに移動してこればそれなりにねあったかくはなってたんですよね。ストーブをつけた直後はかなり電力を使っていました。でも5分くらい経つと落ち着いてきて、だいたい26から7ワットくらいで安定しました。はい、あれからだいたい20分くらい経ちました。さすがにね20分経ってこの設定温度20度で室内温度も20度ということでだいぶあったかくなってきたなっていう感じはあります。奥の方とか行くとちょっと寒いじゃ寒いんですけど、めちゃくちゃ待たないと温まらないっていう感じではないですね。なのでストーブも大丈夫そうです。これのいいところはやっぱ温度設定ができるんですよ。前はこんなに細かく家のストーブみたいに温度設定ができなかったので、どうしても夜になったらちょっと寒くなったりだとか、ちょっと上げすぎたら夜暑くなったりとかすごく難しくて、
3時間おきとかにちょこちょこ起きて調整したりっていうのが大変だったんですけど、これならねもう温度設定しておけばそれで済むので、近くにいたらちょっと暑いよ。はい、まあなんでとりあえずこれでキャンピングトレーラーは完成だし、設備も大丈夫そう、これで走れそうだなっていうのが分かりました。でこの冬はね道内をちょっと旅してみようかなと思うので、もしこの道内で景色綺麗なところとかおすすめの場所があればコメントで教えてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。